て、むしろ前回お話ししたようにヨーロッパの思想の歴史、哲学の歴史の中である意味では一番大きな転換っていうか、なんて言ったらいいかな、思考の革命とでも言ったらいい。実際有名な科学思想家でアレクサンドル・コイレというこの人はもともとロシア系の人ですけれど、フランスで亡命して、フランスで主に科学思想というか科学哲学の研究をした人で、ガリレオの研究の一番有名な人で、この人が17世紀のヨーロッパで起きたこの思想の革命っていう問題を科学哲学革命という言葉で表した。まさに革命という言葉が一番ふさわしいような非常にラディカルな人間の思想あるいは思考あるいはそれを包む例えば人間のその思考の土台である意識というものをどう捉えるか、あるいは自己や自我というものをどう捉えるか、あるいはそこから導かれる主体という中で、主観と言ってもいいし、あるいはそれに対応する客観というものをどう捉えるか、そうしたことに関する最もラディカルな転換が起きた時期というのが17世紀であったと。でこの幾何の問題、幾何学の問題ってのはまさにこの科学哲学革命とコイレが呼んだ17世紀の思考の革命のいわば革新に関わる問題というふうに言っていいんじゃないかというふうに思います。だから単に数学の一部門としての幾何学というだけではなく、この幾何という言葉によって表されるようなある思考の秩序というか思考の形、あるいはそのプロセスというもの、それがもたらした意味が何であったのかっていうことがここで一番大きな問題として、考えられなきゃいけない。でこれに関してやっぱり吉本さんが独特な捉え方って言ったらいいのかな、率直に言うと少し異論がある部分も含めて非常に率直な形でこの問題になんていうのかな、吉本さんの独自な視点からこの問題にアプローチをしようとしている、ここが非常にこの興味深いところじゃないかなというふうに僕は思います。で、このハイメージ論言語にとって美とは何かを読み合って始めたわけですけど、やはりもう一つ非常に感じるのはこの前回読んだ拡張論も含めてなわけですけど、やはり言語にとって美とは何かで論じられようとした問題が違う角度からより拡張された形でここで論じられてるなっていうのを改めて感じるという。さらにはやはりこのハイメージ論っていうかこの幾何論の議論を読みながら感じたのは、この背景にもしかするとやっぱりフーコーの影というのがあるのかなと。特にここで幾何論という形で論じられている問題はフーコーでいうと言葉と物の言葉と物の議論っていうのは中で僕は大雑把に言って2つって言ったらいいかな、3つかな、でも大きくやって僕は2つに分けられると思うんです。でそれは18世紀と19世紀の間に引かれたラインの前と後という形で分けられている。で18世紀以前のヨーロッパの思考秩序というものをフーコーは古典主義の時代というふうに呼んでるわけですけれどその古典主義の時代の思考秩序というものをある意味では象徴的に表す言葉がオルド・ジオメトリクス、幾何学的秩序っていう言葉、もちろん言葉と物の中の議論はそれだけではないですけれどね、オルド・ジオメただやはり幾何学的秩序っていう幾何学にのっとった思考の秩序っていうふうな捉え方が明らかにフーコーの言葉と物の古典時代といわれる17世紀から18世紀の要するにデカルトから始まって啓蒙主義へ至る時代の思考秩序の捉え方としてあったと。それに対してこれも非常に象徴的なわけですけれども、19世紀以後のヨーロッパの思考秩序というものを決定づけている要素としてフーコーが本で挙げているのは労働と生命と言語
なわけですね。で実はこのもうお読みになって分かると思いますけど、この幾何論の中で、吉本さんがヘーゲルを媒介にしながら、ヘーゲルがこの幾何学のオルドジオメトリクスに付け加えた一番重要な要素っていうのは生命だと言ってますよね。でこの捉え方、ある意味ではフコーの言葉と物の捉え方とアナロジーして考えることができるような気がするんで、そういったようなのを含めて、これはちょっと今日まだ準備が十分できてないんでなんですけど、いずれはこの言葉と物の中の議論と、ここで吉光さんが展開している議論っていうのはどういうふうにアナロジーっていうか平行関係にあるのかっていうこともちょっと考えてみたいというふうに思っています。ちょっと今日は時間がなくてあんまり準備ができてないので、今日はその問題は入りませんけれども、次回とかにやりたいというふうに思っています。さてということで、この問題、僕自身も思想史っていうことでずっと考えてきた問題の中で、近代の思想って一体何だろう、近代の思考の特色って一体何だろうっていうのは本当にずっと考えてきた問題なわけですね。そういう中でちょっとまた、本文また入る前の話みたいになりますけど、これはでもちょっと触れましたけども、僕自身がこうしたことについて考える上である意味で一番強い影響を受けた、僕自身がっていうプライベートな話してもしょうがないんですけれども、僕自身がそういうことを考える上で一番やっぱり強い影響を受けたのが、実はこのエドムント・フッサールのヨーロッパ的小学の危機と超越論的現象学っていうものですね。で、この本は事実上フッサールの一番最後の著作っていうよりも元は講演ですけれども、それに手を入れてできた草稿ですけれども、ここでまさにフッサールが問題にしているのがガリレオによって作られた、まさにオルドジオメトリクス、幾何学的秩序という形で幾何学を中心にした形で出来上がったある種の数学的思考、あるいは論理学的思考と言ってもいいかもしれない、科学的思考というふうに言ってもいいかもしれないですね。そういう思考の在り方の根源を問うと、それを問うことによってヨーロッパ的思考の本性、根源とは一体何なのかということを問い直そうとした。でそれは僕はある驚くべきラディカルな射程を持った問い直しだったと。つまりこの幾何学の問題っていうのはある意味ではギリシャにまで遡るわけですよね。ご承知のように幾何学の思想っていうのは古代ギリシャのエウクレイデス、ユークリッドということになる。ユークリッド以来の幾何学の伝統というものがヨーロッパの科学あるいは学問というものの一番中心にあったことは間違いないわけですけど、ただそのヨーロッパ以来の幾何学の伝統というものは実は一旦キリスト教神学の影に隠れて引っ込んでしまうというか忘れられる時期があるわけです。これがキリスト教的中世の時代と。ところがこれがもう一度ある意味ではよみがえると、よみがえったルネサンスのこと古代復興になるわけだけれども、ヘーゲル自身がここで今引いたところではなかったかな、ヘーゲルの前回ちょっとあれしたところで非生哲学世論のところで、ただここではなかったと思うんですけど、むしろデカルトのところかな、ちょっと待ってくださいね。デカルトについて、ヘーゲルが書いている中で、ちょっといろいろなんだか面倒待ちでバタバタしててあんまりまとまらなくて申し訳ないんですけれども、先生、そのヘーゲルは何ですか？これは哲学史の哲学史の下巻の2です。で、この中で、
ちょっとそれを探してて時間あるし、とにかくギリシャから始まったその幾何学の伝統が一旦ヨーロッパの思想の伝統思考伝統の中で消えていくんだけれども、それが近世近代に入ってもう一度よみがえる。まさにそのよみがえりの主人公がデカルトということになる。でそうした形でよみがえった近代の幾何学的思考というもの、デカルトによって象徴される。それが持つ歴史的に、あるいはそこから始まった近代の、ヨーロッパの近代科学、近代学問の伝統というものに対してラディカルな問い直しをしたのがこの本になるわけですね。で特にこの本は全体が、第1部、第2部、第3部という形で分かれていて、特にこの中で僕自身の関心からすれば、第1部がある種の歴史的なパースペクティブ、近代とは一体何だったのかって、あるいはその近代っていうのをヨーロッパの思想、ヨーロッパの学問とか思考って一体何なのかっていうことの問い直しで、第2部は近代における物理学的客観主義と超越論的主観主義との対立の起源、要するに一方に科学があり、一方に関連論哲学があると、この2つの対立の構図の中で進んできた、ある意味ではデカルトは両方を体現しているわけだけれど、その2つの思考、この2つの極の間に張り巡らされた近代の思考空間というものが一体どういうものかっていうのを問い直しているのがこの第2部で。ある意味ではこの第2部の議論というのがこの本の一つの中心になる。それから第3部はそれを受ける形で、実はその特に超越論的主観主義といわれるデカルトからカントへ向かうところのいわゆる近代関連論哲学の伝統の中で、実は忘れられたもの、忘却されたものが一体何だったのかということを必要に問い直しているのがこの第3部になるわけですね。でそこを問い出すことによってフッサールはデカルトやカントによって、忘却に追いやられたある根源的な要素を組み込む形でもう一度超越論的哲学というものを再建しようとしたわけですけれども、だからそれについてはまた機会があったらあれなんですけど、実はそうした本文の本文というか本論の議論というものを補足する形でいくつかの補論を書いてるんですよね、フッサールは。でその補論の中で実は最も重要な補論が幾何学の起源というテクストなんですね。ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、この幾何学の起源というエッセイはジャック・デリダがそれに非常に長い、実は幾何学の起源という補論はこの文庫版でも490ページが535だから文庫版でも45ページぐらいしかない非常に短いです。これに対してデリダは実に400ページを超える仲介をつけて、これは事実上デリダの諸女作になるわけですね。ちなみに言うとデリダは実は学位論文もフッサールについて書いてる、フッサールのなんだっけタイトルちょっと忘れちゃった見物に向くた翻訳があるはずだと思います。そういう意味じゃデリダの哲学と、デリダの思想というそれの一つの出発点になっているのがフッサールの現象学、特にこのヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学の中のこの補論の幾何学の起源についてであったと言っていいんじゃないか。でこれを読んでいった時にまさにここで吉本さんがやろうとしていることとある意味では相通じるような幾何学とは一体何だったのか、あるいは幾何学的思考っていうのは何だったのかっていうことの問い直しがここで行われている。そして、あえて言えば幾何学と、ここで幾何学という形でフッサールが言ってるのはさっきもちょっと言いましたけどデカルトではなくてガリレーなんですけどね、ガリレーの物理学なんだけれどもそれに関して
根源忘却っていう言い方を、要するにガリレオから始まる近代物理学の歴史と近代科学の歴史と結びついた幾何学的方法というもの、そこにはある種の根源忘却という事態が含まれているというふうに、フッサルは考えるわけです。じゃあ一体何が忘却されているのか。それは一言で言えば生きられる世界。我々の身体を通して、あるいはその身体に出す形で、絶えず形成されている、例えば感覚とか知覚というふうな言葉で呼ばれるような、そういう世界で、これが、いわば生きられる世界、生きられるっていう言い方はあれだけど、生活世界というふうな言い方をする場合も、ありますけれども、とにかくまだなんていうのかな、数学的にあるいは論理的に思考するような段階へと達していない、もっとよりプリミティブな段階の思考のあり方、思考というよりもある種の我々の日常的な言葉では感覚や知覚とか、あるいは情念とか、そういうふうなものも含み込んだ形で形成されるような世界というもので、幾何学というのはこの生きられる世界、これを予化することによってこの世界を忘却する。まさにこれが本当は我々の存在にとって根源的な領域であるにもかかわらず、根源であるにもかかわらずこれを忘却に追いやることによって成立するのが幾何学の世界である。そうするとこの生きられる世界というのが元根源にあって、幾何学というのはそこから本来出てくるにもかかわらず、一回幾何学というものが成立をしてしまうと、その幾何学の秩序の側から、思考の秩序の側からその根源としてのこの生きられる世界というものが抑圧をされて隠されてしまう、忘却へと追いやられてしまう。そこには根源的な転倒があるではないか。転倒ですね。この転倒って言葉の使い方、マルクスの転倒とよく似てますよね。フッサルとマルクスを無理やり結びつける必要はないんだけれども、言語でも同じ言葉ですか？ただね、この場合の転倒の英語っていうのは多分パーバージョンなんだ。英語訳では違っちゃってるみたいな。どうだったかな。でもドイツ語だと何だったかな。ウムケールングだって、ウムケールングなんだろうな。転倒って言葉はちょっと確かめ、資本論に何度も出てくるんですね。まさに日本風に言うと本末転倒っていうのが一番近い感じになるから、本末転倒的な事態っていうのはこの幾何学と生きられる世界の間に起きていると。これは根源忘却であり転倒であるというふうにフッサールは考えるわけですね。さあこの辺りからちょっと本文、この吉本さんの本文に、入っていきたいわけですけれども、今日どこから具体的に入っていこうかいろいろ考えたので、やっぱり2のところからちょっと見ていったらいいかなというふうに思っています。単行本だと88ページなんですけどね、幾何論の2のところですね。前回っていうか、その1のところの最後のところで、幾何学の証明というふうなものがあって、一体幾何学って何だろうかと、スピノザとは何者か、ヘーゲルとは何者か、この後スピノザの問題が取り上げられるんだけれども、もっぱらここではスピノザに対するヘーゲルという、スピノザとヘーゲルの対抗関係という形を取りながら、吉本さんなりのこの幾何学的思考に対するアプローチを行おうとしていると。で、そこのところで実は非常にもどかしい思いが
正直言ってしてるのは、ちょっと吉本さんのスピノザの理解に対して、ね、ある異議申し立てがしたいという思いがある。というよりも、僕自身ずっとずいぶん前から考えていたのは、吉本さんの思想をもし対比できる思想家がいるとすれば、これはスピノザじゃないかなっていう、吉本流念とスピノザっていうのは僕にとってはすごく大きなテーマとしてずっとあって、だからなかなかこれをうまく議論するのは難しいんですよね。っていうのは、吉本さんの中にスピノザへの言及っていうのはほとんどない。そういう中で非常に貴重なスピノザへの吉本さんの直接的言及があるのはこの箇所になるわけです。そういう意味では僕自身にとっては少なくとも非常に貴重な箇所である。ところがその非常に貴重な箇所であるにもかかわらず、残念ながら吉本さんのスピノザ理解はちょっと僕としては物足りないというか、非常に不十分。これよくあることなんだけれども、スピノザのこのエチカっていう本、第一部の神についてのところですね、読みにくいせいもあるんだけど、スピノザのエチカについて語るっていうかね、スピノザのエチカについて読む、あるいは語ろうとすると、大体第一部で終わる人すごく多い。第2部、第3部あたりまで行けば上等と。ところがね、僕自身の考えでいうと、スピノザのエチカの中である意味で一番重要なのは第5部なんです。これはもうまたいずれ時間があったらなんだけれども、NHK の人間講座なんだっけ、 NHK の100分で名著で12月スピノザやったんですよ。国分光一郎が。国分君ね。彼は4章から読むのが一番いい。その通り。だから僕は国分君のスピノザ論はなかなかいい。昔書評を書いたことがあるんですよね。彼のみすゞから出たドクター論文ですけど、あれについては書評を書いて、ことがあって、あれはなかなかいい本だと。あの本はスピノザ論そのものというよりも、この後またここでも一つ問題になるんだけど、実はスピノザの思考の在り方を考えるときにデカルトとの対比というのは非常に大きな問題になるわけですね。で、国分君のスピノザ論っていうのはデカルトとの対比というのが一つ大きなテーマになってて、どこでスピノザとデカルトが分かれるか、あるいはどこでデカルトを批判しているかっていうところの捉え方、これ非常に微妙なところなんですね。ある面から言うと大雑把に読んじゃうとどこがスピノザとデカルト違うんだというくらい非常によく似た言葉遣いや論理の展開の仕方してるんだけど、ある微妙なところでスピノザとデカルトって分かれるんですね。でその分かれ方っていうのがちょっと脱線ついでに言ってしまうと、その分かれ方っていうのは単にデカルトに対してだけではなくて、僕はスピノザの同時代の思想家たちとの分岐というところにつながる。つまりデカルトとも違うんだけど、それは同時にホッブスとも違うし、あるいは誰を挙げたらいいかな、ガッサンディとか、アントワーヌ・アルノーとか、そういったような同時代の17世紀の思想家たちともスピノザっていうのは実は違う。おそらくマール・ブランシュなんかとも違うんだろう。その違いっていうのを知るためにスピノザの中でこのエチカっていう本の中でどこ読まなきゃいけないかっていうと、やっぱり第4部第5部だ。後ろの方なんですよ。ところがこの本ね、大抵読まなきゃいいんだな、そこまでいかないんですよ。よっぽどの専門家じゃないから。で吉本さんのスピノザもやっぱり第1部だけで終わってる。基本的にはね。第1部のそれもかなり前のところで終わっちゃってるような気がする。でもね、4部5部のところまで読み進めていき、さらにね、余力があったら神学政治論、あるいは神学政治論ともう一つ、神学政治論はものすごくこれはエチカ以上に読みにくい本だけれども、というのはあれは神学的議論になっている本なんでね。むしろ僕はスピノザをもし読もうと思ったら、一番最初にとっついたらいいのは国家論っていう訳し方をしている場合と政治論っていう訳し方。例えばこの本では政治論って訳してる。で岩波文庫の畑中さんの訳だと確か国家論になってますね。どちらの訳でもいいと思うんだけど、
僕はね、もしスピノザを読もうと思ったらこれから入るのが一番いいと思う。これを読むとね、スピノザというのはいかにラディカルなね、同時代では群を抜いてラディカルな、ちょっとこの比較を絶する、なんていうのかな、ユニークなっていうか唯一的な思想家なのかっていうことがね、この政治論を読むと非常によくわかる。残念ながら吉本さんのスピノザの理解、ちょっとそういうところで届いてないんだよ。ただね、僕は吉本さんがもしそういうスピノザを発見したら、おそらく一番開催を発するのは吉本さん自身じゃないかと思うんですよ。そういう吉本さんにそういうスピノザを発見してもらいたかったっていう、ちょっとそういう気がちょっとそこは残念なんです。でそれはだから僕ら吉本とスピノザっていう問題の立て方をしたとしたら、僕ら自身が吉本さんの中で展開されている思考のありようっていうものを僕らなりに再構成していって、こういう読み方があり得るだろうっていうものを創造的に再構成していくっていう読み方が必要になってくると。ちょっとそれをね、ここでやりたいとは思ってるんですけど、まだちょっと準備がね、十分できてないんで、それはまた次回以降少し考えたいと思うんですけど、とにかくそういうふうなことが。でそういう読み方をすればスピノザぐらい面白い思想家ないんだけども、残念ながらエチカット本はそういうふうになかなか読めない本なんです。それ僕自身もいつも挫折をしちゃう本で、本当に難しい本なんだけど、はい、ちょっとすいません、脱線の話になりましたけれども、さあそこで、このヘーゲル対スピノザっていう対立項を立てることによって吉本さんは一体ここで何を見ようとしているのか。2の最初のところですね、幾何学の認識に対するヘーゲルの評価と批判から始めたので、それを延長してみる。ヘーゲルは幾何学の認識から出発したし、スピノザは認識的にヘーゲルが模範とした一つだった。これちょっと後で触れたいと思うんですけれども、スピノザもヘーゲルも共通して捉えようとしているある種の世界があるわけですね。それはカントならば英知的世界というふうに呼んだような世界と言っていいと思うんです。英知的世界っていうのは要するに一言で言えば、人間が生徳的に持っている感覚とか感覚作用とか、あるいはその感覚作用の上に気づかれるような直接的な、つまり感覚の直接性を媒介にしながら得られるような人間の認識能力というものによっては絶対に到達し得ない世界というのが英知的世界で、カントはご承知のように実質実践批判で、こういう世界というのは人間は認識できないんだから、人間の認識能力の問題の中でこれを論じてはいけないと、そういう象徴する概念が物自体だったわけですよね。ところがヘーゲルもスピノザもそういうカントの人間の認識の限界の立て方っていうのを、無視するというか、なんていうか、それを超えちゃう。つまり端的に言うと、カントは物自体、英知的世界の本質をなす物自体っていうのは人間の認識能力では捉えることはできないものだと。人間の認識能力では人間の理性によっては捉えることはできないんだというふうに考えたんだけど、それはヘーゲルはそれは間違いだって言ったわけです。それはヘーゲルは捉えられるんだ。じゃあその英知的な世界の本質にまで至るような人間の理性の力って一体何だということになっている。でスピノザもまた別な形でそういうふうに捉える。でね、この時にね、実はヘーゲルとスピノザの間である共通した思考の形っていうのがある。それは思考と存在は一致するっていう考え。カントたち一致しないわけですよ。思考の世界、人間が主観的に持っている思考の世界が客観的に存在するもの自体の世界に果たして妥当するかどうかっていうのは人間の理性によっては証明できないと言ってる。だから人間は現象しか捉えることができない。現象の向こう側にあるもの自体、英知的な世界っていうのは人間の理性では捉えられない。したがってカントの場合だと存在の世界と思考の世界っていうのは一致しないわけですよ。ところがヘーゲルはそれ一致するって考えるわけですよ。存在の世界と思考の世界っていうのは一致するんだと。
で実はスピノザも同じように考えてるわけです。でこれはここで吉本さんが言ってる問題にもつながるんだけど、スピノザの場合はその存在の世界と思考の世界をつなぐものっていうか、それを一致させるものとして人間の中にある知性、まさにインテリジブルなインテリジェントなものだから英知的っていう意味言葉とある意味では共通する語源から出てきた知性というものがその存在と思考というものの一致を保証するというふうにここで吉本さんがヘーゲルがスピノザを模範にしたっていうのはそこなんですね。存在と思考は一致するっていう前提で考えようとするっていうところにおいてはスピノザとヘーゲルというのは、ある意味では共通して、ある意味で一致していると、まさに同じであるというふうに言える。ところがだからヘーゲルは幾何学の認識をめぐって少なくとも2つの特色を持っていると。一つは生命という概念、一つは変化という概念である。この2つは幾何学に固有な認識からどこからも生み出されない。この2つの概念でヘーゲルはデカルトやスピノザなどから類を絶している。幾何学の認識やいわば少数の前提となる公理とそれぞれの概念の厳密な定義とから出発し、その後は言語の持つ規範性という意味の展開に頼ることになるんだというふうに言っています。確かにその通りだと。このフッサールが言ったこの生きられる世界の問題、まさに生きられるっていうのは生命なわけですよね。まさにここのところだからここで吉本さんが言っているヘーゲルは生命を発見することによって幾何学に対してある種の、迫り方をしたというところはこのフッサールの場合とある意味で非常によく似ている。ここで生命って何だろう、吉本さんはここで生命っていう言葉が何を意味するかっていう僕はこの生命っていうのはある種の自己表出、吉本さんなら自己表出性みたいなもんだと考えている。それはその生命を持つと、生命っていうのはこの自ら発出していくわけですよね。幾何学的な世界っていうのはもう完全にある枠組みは固定されちゃってる世界だからそこにはその何かが表出されたり発出したりするっていう経験は本来はありえない。だからそのここで吉本さんがヘーゲルは生命を見出したんだと、幾何学的認識にあたって生命という経験を見出したんだということは、要するに幾何学にある種の表出性や発出性という契機を加えて捉えなければいけない。だから非常にここに主体があって。この主体は生命を持っている、主体っていうか個体でもいいですね。ここの目の前に、幾何学的世界というのがあるとする。今これをこう見てるとするわけですよね。と普通常識的に考えればこの幾何学的な世界はこれ自体で完結しているわけですよね。これ自体の中で論理的に完結をしている。だからこの幾何学的世界の中では自ら自律的にこの中で完結する論理の構造というか秩序というものを作っているわけですね。それが例えば、平行線は永遠に交わらないとか、平行線に前に1の終わりのところにあったこの平行線に1本線を入れると内角の和が180度になるとか、そういったようなそういう論理がそれぞれあって、それが全部精密に提案されていって、この幾何学的秩序というものを自律的な形で作っている。そうするとここの間には完全に断絶があるわけですよね。
つまり逆にはこれを見ているこの個体にとってはこの世界に対しては何らの働きかけもできないわけですよ。これはもう完全に出来上がっちゃってる世界なわけだから。だからつまりこの個体はこの幾何学的な世界いわば外から眺めてこの外からいわば分析的にこの秩序がどうなっているのかっていうことを一つ一つ研ぎをして認識するとそれしかできないわけですよね。実際これがね我々が小中高残念ながら私は小中高までしかやらなかったんで代がなかったんだけど数学を勉強する算数から数学を勉強する世界ってまさにこれじゃなかったですか。こういう自分とは無関係なところにすでに完全に自律的に出来上がっている幾何学的世界、数学的世界って言ってもいいです。それを外から見てそこの中にあるさまざまな規則や論理やそういうものを外から分析して覚えていくというそういう形の関係しか持つことができないというのが普通考えられるこの幾何学的世界とこのそれぞれの個体の関係なわけです。ところが吉本さんの考え方だとヘーゲルはこういう形でここへ介入するつまりここからここへ介入する道をつけたつまりここで結びついちゃうわけ。どういうふうにつけたんですか。その切れてる方がずっと分かりやすい。そうだから切れてる方がずっと分かりやすいですね。その切れてる感じとさっき言ったフッサールのその物理的学的客観主義と超越論的主観主義において、生きたるものの世界を擁護するっていうのも似てくるんですかね。これ結びつき方としては、先にじゃあフッサールの場合ねフッサールを結びつけようとした、これじゃあねフッサールどういうふうに結びつけようとしたかっていうと実はこれは二次的な世界実はこれ後からできた二次的な世界なんだ。じゃあこの二次的な世界の元になるものがあるはずだ。一次的世界でこの図をそのまま踏まえていくとフッサールの場合一時的な世界としてここを求めた。つまりねただねこの図だとちょっと問題になるのは同時にこのフッサールの場合この一時的な世界に位置づけられてこの生命を持った個体っていうのは独立した個体じゃないんですよ。これ監視官的な世界世界の内にあるというでこの本の中では監視官的って言葉は確かはっきりとは使ってなかった。ただ共同主観的って言葉が出てきたかもしれない。でミットズベクティブね監視官的ってインターサブジェクティブだとミットドイツ語でミットってのは英語のウィズに当たる、ね、ミットズベクティブっていう言い方を確かしてたと思うんだけどともかくただねこういうことだと図式的に言うと一時的な世界っていうのはむしろここにあってここにある一時的な世界の元になっているものが生み出される。じゃあ一体何がここにあるのかっていうとここの中にすでにある種の我々がより高度に発揮していけばカントが言うような意味でのね純粋理性あるいは母性というふうなものへと最終的には到達していくようなある種の我々のその思考の中にある論理能力や判断能力というものの最も原型的なものはここで、生命という言葉で表しているような個体の側のあるなんていうか非常にプリミティブな段階現象的な段階その中にすでにあるんだと。だから我々が物事を思考したり判断したり認識したりする一番根源のところにあるのは我々が世界のうちに我々の身体と精神というものを通して位置づけられ生命を持った存在として位置づけられているその中で我々自身がその何気なく働かしているような日常的な世界の中における非常に現象的なでもそれは普通にね要するに概念をどう作るかっていうことを考えれば
そっちの方がちょっと簡単にさっきと思ったんだけど、概念作る時にやっぱりどろどろいろんなあって、その中に抽象化してってある普遍的なものを作るわけです。でそれはかなり数学的とか論理的でできて、でも余計なものはみんな外していくわけですよね。だからそれが根源忘却。そう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 。だから一旦こっちが出来上がっちゃうと、こっちの方が先にあってね、ここを後から我々は勉強するんだっていうふうな図式になっちゃうわけでしょ。だから論理で概念で世界を見るっていうデリダが言ってることもそんなような感じです。吉本さんが心的現象の総論でもいきなり幾何学って出すとこがあって、なんとなく幾何学ってものの中になんていうんですか、現実の反映みたいなものの原型みたいなのを見出したいのかなと思ったんですよ。そう逆に。だから要するに高度に自律的に完成してしまったこの姿というものがね、最初からと考えてはいけないんだということですよ。むしろこれ非常にプリミティブな段階、じゃあ我々で言えば身体と自律的にあるような情動とか情念とかっていうふうに普通に呼ばれるようなそういう段階の中にすでに一種種子のようにね、種のようにして植え込まれている我々の概念能力とかね、概念化能力とか抽象化能力とかそういうものとつながるようなそういう現象的な論理性みたいなね、論理力っていうか、そういうものがあって初めて幾何学というのは出てくるんだ。ところが幾何学って一旦これ完成しちゃうと、そこのところを全部根源忘却の追いやって隠してしまう。そうするとこれとこの世界が点灯しちゃうんだ、さっき言ったように。それはなんか哲学が自然科学をもう一回定義し直そうとするような感じなんです。そういうことです。だからフッサルがやろうとしたのはそれなわけです。要するに自然科学、幾何学が自然科学かどうかっていうのはちょっと微妙なところがあるんで、数学が自然科学かっていうのはこれ昔から議論があって、我々自然科学って当たり前じゃないかっていうふうに思うかもしれないけど、どうも数学者は自分たちが自然科学者だとは思ってないの。デカルトなんかどうだったのかね。デカルトは両方やったわけだから、物理学と幾何学と、両方というか3つか、物理学と、数学とそれから哲学と3つ全部やったんだけれども、どういうともかく数学者は自分たち自然科学者だと思ってないみたいな。だからちょっとその辺は微妙なんだけど、ただ要するにこの世界が一旦出来上がっちゃうとこれを忘却に追いやると。じゃあね、ヘーゲルの場合どうだったかって、これが難しいよね。ヘーゲルの場合ね、どういうふうに考えたらいいのかな。ヘーゲルの場合だとね、多分こういうふうになるんですよね。この世界へと向かう、ここがね、この世界へと向かうためには媒介が必要だっていうふうに考えるんです。で、媒介って何か。媒介っていうのはね、要するに例えば生命っていうのは一番現象的に言えばある種の力動性っていうかね、さっき言ったように表質性、ある力動的な表質性みたいなものだ。でもこれはそれ自体としてはまだ分節化されてないわけですよね。じゃあこれが分節化されて形になるためには何が必要なのか。それが媒介になるわけです。じゃあその媒介って一体何かっていうと、端的に言うとヘーゲルの場合この生命の中に分裂が生じると。だから細胞分裂みたいだけど、生命の中に分裂が生じる。生命の中に分裂が生じるってことはどういうことかっていうと、生命と生命ならざるものの二重性が生じる。でこの生命と生命ならざるものの分裂と対立というものが次の思考のステップを、次の思考というか、ヘーゲルの場合もさっき言ったように思考と存在が一致するから、これは思考のレベルでも言えるわけです。存在のレベルでも言えるわけですよ。だから生命というものが、その生命というものがあると生命がまずあって、生命がまずあるんだけど、それ自体としてはまだ何でもないわけ。ヘーゲルのね、思考の一番大きな特徴っていうのは、無媒介な同一性というのは無に等しいと。無媒介な同一性、媒介されない同一性、つまり直接的にそこに A は A であるという形でただあるという状態の同一性っていうのは、これは無に等しいと。だから一番最初の生命、現象的な生命っていうのはヘーゲルから見れば無に等しいわけです。いや、この無が有に
あることに転化するためには何が必要かっていうと分裂が必要になる。分裂して生命と生命ならざるものの間の対立関係が生何のじる。力によって分裂しますか？それはね、何の力って言ったらいいんだろうな。だから合理的なものは原始的、原始的なものは合理的とか言うじゃないですか、ヘーゲルは。であれを言うといかにその論理っていうのはすげえ重要に思ってるかっていうのを思うんだけれど、つまり論理っていうのは論理がずれたらそれを回収して変えていくから論理自体が力を持ってると思うんだけど、そうした時にでもそこで最初の差異っていうものがどうしてできるのよっていう話になると、それはこれどうなんですかね。これ一番ヘーゲルの哲学が考えると難しいわけだけど、ヘーゲルの哲学はその分裂の運動それ自体を絶対的に前提にしてるわけですよ。それを疑っちゃうとヘーゲルの哲学成り立たない。ただそれとあと分裂が必ず統合されることを前提にしてるんです。統合、簡単にね、あんまりそう言ってしまってはいけないんだけど、一番大事なのはね、現象的に分裂が始まるってこと。細胞になんでお前は分裂するんだって聞いたら、なんで自分は分裂するんですかねっていうようなもんかな。まあちょっとそこからちょっとあれだけど、多分その違いから始まるっていうのだろうなとは思うんですけどね。違いがね、差異が生じると、同一性の中に非同一的なものが生まれる、つまり同一性と差異の関係っていうのが生まれるということがあらゆるヘーゲルの思考の出発点になるわけです。でその時に初めて「う」が始まる。で実はそこのところの始まりね、分裂によって無から上の転化が始まるっていうことを言ってるのが実はヘーゲルの中で論理学なんですよ。面白いことで、これを論じっていうのは論理学なんですよ。論理学っていう学問がこれを論じてる。だからヘーゲルの論理学って普通の形式論理学といかに違うかって分かるじゃないですか。吉本さんそれ強調してますよね。そうだからね、ここで生命って言ってるのは僕が吉本さんが考えてるのはこのヘーゲルの論理学における無から上の転生というのがどういうふうに生じるかっていう大論理学の一番最初のところの議論をね、念頭に置いて生命って言ってるんじゃないかなと。まあそれを生命と呼ぶかどうかはちょっと別として、ただ論理としてはその構造になるわけです。そこが僕が一番重要でね、こういう論理学ってただ論理が A イコール A であるとかね、A は B ではないとかっていう形式論理といかにヘーゲルの論理学と違うかっていうことを、そこがここで問題になってる。今言われたのはこの中で言うと、ヘーゲル関係っていう話が出てますね。そうなんです。文庫で言うと105ページの一番後ろなんですが、ヘーゲルの考え方ではあるものがそこにある限り他のものへの関係を持ってるっていう。その通りです。それなんです。この場合、この他のものが元にあるものから見れば比喩としての一つの定有物だということができる。だからね、今言ったこれを先に言わなきゃいけない。ここの部分なんですよ。これが大論理学の最初なんです。この単行本どうですか？単行本でいうと90ページの終わりから5行目のところです。ヘーゲルの考え方であるもの対エトバスがそこにある限り他のものへの関係を持っている。この場合他のものは元のあるものから見れば比喩としての一つの定有。だからあるものとあらざる、あるものとあらざるものっていうか、うと定有と比喩との間の対立関係というものから全てが始まるんです。それが敵あらざるものとそこに関係があるというところからもう展開が始まる。そう始まると。だからこれがもし同一性にずっととどまり続けば何も始まらないわけですよ。何か始まるためにはこれは分裂しなきゃいけない。分裂というと分かりにくいんだから別なものとそこにある。そういうだけ。だからこれが論理学の最初の議論になるわけですよね。でね、その上でもう一つ、今度は変化って言ってますよね。変化っていうのが
こういう、テーゼっていうかね、ちょっといつもね、これあれだけど、これ確か配中率っていうんじゃなかったかな。配中率配中率ってこういう字。同一率と矛盾率と配中率っていうのがアリストテレスが考えた論理学の、三大ルールっていうかね、率っていうのはルールってことですね、論理のルール。でね、いつも実はこの古来からずっとそうなんだけど、このアリストテレスの3つの、率ってルールね、論理のルール。A は A であるっていう同一率と A は同時に B であることはできない。矛盾率ね。これ矛盾率と考えてもいいと思う。僕いつもね、矛盾率と配中率の区別がよく分かんないんだけど、とにかく A は A である限りにおいて同時に B であることはできない。これは当たり前っちゃ当たり前のように見えるでしょ。でもこれね、古来から議論があって、同時にっていうところはね、実はじゃあ同時じゃなきゃいいのかということも含めて、これ同時にっていうのは実は論理としてはかなり弱い論理だ。同時ってどの範囲が同時なんだろう。同時って一体何だと。これは曖昧なわけですよ、同時。同時じゃなければ変化。そういうことも含めてね。ただとにかくこういう論理、実はね、ヘーゲルはこれを否定するわけです。ヘーゲルの論理ではこの配中率の考え方って否定されちゃう。3巻で吉本さんがスピノザ消費論で持ち出してるスピノザの定義は否定であるみたいな言い方なんですか。否定ね。否定、それとは違いますか。ヘーゲルの否定の問題ね。スピノザの規定は否定であるっていう規定は否定であるっていうね。ヘーゲルのスピノザの語読とか言われてるようなやつ、なんでそういうのが出てくるか、実はこれやっぱり否定の問題につながるわけだけれども、ヘーゲルの場合は否定の契機というか、それを媒介にすることによってアリストテレス以来作られてきた、同一律と矛盾律と配中律というこの3つのルールに基づく論理の構成っていうか論理のね秩序っていうものを壊しちゃうわけで、どういうことかっていうと、ヘーゲル風に言うとどうなるのかな。なんか矛盾がなければ世界がないとかって言い方。そういうことよね。だからどういうふうに書いたらいいかな。A は A である同時に B でもあるということなんでしょ。だから A は A ではないんですよ、ヘーゲルのね考え方では。それね、さっき言ったようにこの生命は分裂という言葉あれかもしれないけど、要するにこれが単なるものと関係をする。だから A は A ではないということは A は常にこういうことになる。A は常に A の他者と、常に A の他者と他者と関係している。だからその他者と関係することによって A であるとすれば A はそのまんま A であるわけじゃないわけ。A はないという A は A ではないという否定と。つまりね、同一律を考えるときに常にA は A であるっていうね、であるという肯定的判断で同一律を考えるわけでしょ。ところがヘーゲルはそこに否定の契機を入れるわけですよ。A は A じゃなくなっちゃう。否定の契機を入れる。じゃあその否定の契機っていうのは具体的に何を意味するかっていうと、ヘーゲルにおいて否定っていうのはさっき言ったように媒介になる。ほとんど否定と媒介はヘーゲルの中で同じ意味を持つわけ。つまり同一律が無媒介に成立することを否定するものとして媒介がそこに関係すると。だから A は A でなくなるわけです。だから A は A でなくなるというのは A は A、常に A の他者と関係することによって A である。つまり A は非 A との関係によって A である。
しかもこの過程の中でさらにね、ヘーゲルの場合このことを通してまあしばらくね、さっき言った問題にもなるけど、しかもこの過程の否定と媒介を通して最終的にヘーゲルの中で A ではないものになる。それは阻害とか矛盾とかなんですか。それで要するに、A と A に矛盾するものとの関係、矛盾の関係の中でまあ、否定的とそれだとスピノザにはその阻害とか矛盾がないってことなんでしょうか。それがね、まあない、その場合は論理的には表せるんですか。なんかそのこれじゃない感じになる。こういう配置率じゃないような感じなんですね。スピノザの。スピノザの場合はどういうふうに言ったらいいかね、ちょっと後でそれを触れようと思ったんだけど、スピノザの場合媒介あるんですよ。媒介がある。媒介が僕はあると考えている。だけどね、それはちょっとまたヘーゲルとも違う。僕はやっぱり遡ればやっぱヘラクレトスそうね、だから万物は無点するというね、そうでもそんなこと言ったらくだらないんだって。つまり万物は流転するなんて言ったって何も言ってないと思う。なんで流転するのっていう話なんだから。その時にもう一つそうするとヘラクレイトスがヘーゲルにね結びつきうるとすれば、ヘラクレイトスその時に変化のして闘争っていう概念を入れるわけで、戦い。あれ A なるものと B なるものの間の戦いというものの中で変化が起きている。これはねちょっとヘーゲルに近いわけでね、ここでちょっと分かんないんだけど、この A は常に A の他者との関係して A なんだというのでしかもそのことによってね、 A は A でないものとの関係において A であることによってその関係から反証されて A は A じゃないものになる。今のその議論は、この中で、ヘーゲルに関してだけで言えばさっきのところの続きでそのまま出てくると思うんですよ。そうですね、さっきのそのところの続きで今あるもの、そうだからヘーゲル入門買おうと思って探しまった本屋になかったからしょうがない、アマゾンで買おうかと。僕はね、アマゾンで買うと本屋にね迷惑かけるからなるべくアマゾンで買いたくないんだけど、やっぱりこの頃アマゾンで買わないと本が揃わなくなってきてるんでね。それはそうだね。そうだから今宇田さんおっしゃったけど単行本で言うと91ページやヘーゲルの哲学入門からの引用のところですね。この変化においてあるものは自分を使用し、これがね A ではないものになると。使用ってのはドイツ語でアフヘーベンっていうけど、これは捨てるっていう意味と持ち上がるっていう意味と変な言葉なんだけど、つまりね今まで自分であったものを脱ぎ捨てて次の新しいステップへ向かうというのがアウフヘーベンだからね僕はアウフヘーベンの訳語としてはね、これはやっぱり間違いだと思ってる。止めるじゃないんですよ。止めるじゃなくてね、やっぱりこれが僕はやっぱり一番訳語としてはいいと思う。一番最初に言いなそれは雲と覚悟や。そう、やっぱり容器が一番いい訳だと思うね。見える？大丈夫？だからここのところまさに宇田さんおっしゃったね、これなんですよ。今僕が言おうとしたらこの問題っていうのはここなんですよ。そのヘーゲルの言葉を後ろで吉本さんが今確かに言われたことをそのまま解説してますよね。そういうことですね。だからある一つのものが存在していることの中には他者との関係によって存在している面が必ずある。言い換えれば他者があるからそのものとの関係で存在している部分はある。そうであればその一つのものは他者が変貌をするにつれて外から変化するか、自分の変貌によって関係する他者を変化させることで自分が内在的に変化することが起こりうると。このことなんですね。で自分が内在的に、この変化によってその一つのものは他のものに変化し、また他のものは消滅したり、他のものは他のものに変化したり、
そうするとさっき言ったように最初のところに戻れば同一率、矛盾率、配中率っていうね、さっきの一番書いたこれはヘーゲルの中ではダメなわけですよ。成り立たないという。ヘーゲルはこの配中率の論理の否定の上に彼の論理っていうのは成り立つことになる。でも当然のことながら、今までのその全論理学の歴史を踏まえた上でのこの新たなこの、なんですか、論理というか否定というか使用の概念ですけど、要は哲学史彼自身のオリジナルが俺のみだともちろん当たり前のことで正しい唯一のこう体系であるということではなくて、バックボーンに圧倒的なこう性を今の近代に至るまでの歴史があるっていう大前提のことでもちろん踏まえた上で私の考えるあるいは近代、ヨーロッパ中心の論理っていうのはこうであるべきだとそういうことです。いうのが彼のフィロソフィーですよね。ただね、少し射程を絞って言うと、ヘーゲルがこういう考え方をしたのは、やっぱり一つはカントをね標的にしてたんだと思うんですね。カントの論理でいくと、さっきもちょっと言ったけど、カントの論理ってやっぱり全部論理的整合性、の中で収まるようにできて、特に純粋理性批判の議論、これがやっぱりヘーゲルにとってはものすごく不満だったんだと思うんです。つまりカントの論理でいくと、矛盾によって何か変化するっていう説明は全く出てこなくなってしまう。つまりあるものが A というものは永久に A であり続ける。だからそれを象徴しているのは僕はカントのカテゴリー表だと思う。カテゴリー表の中に出てくるさまざまな概念っていうのは基本的には同一律で出来上がってるわけね。でこういうカテゴリー表で全部分析的に分けていくっていう発想をヘーゲルは何としても打破したかったっていう。でも現実的にはね、哲学的にはすごく分かるの、今さっきの宇田さんがおっしゃったようなことパロセンスとかね。だけど実際の自然科学とか科学とかなんかはカントの発想の方がはるかにいろんなものを生み出してるでしょと僕なんか思っちゃう。ただね、これ一つ歴史的に考えると、さっき言ったフーコーのね、言葉と物の議論で、言葉と物の議論で、フーコーは18世紀と19世紀の間にものすごい大きな断絶を作ってるわけですよ。なんでか。実は科学のモデルが変わるわけですよ。18世紀までの科学っていうのは非常にスタティックな今分析で、要するに力学でしょ。幾何学であり力学であり物理学である。ところが19世紀から始まる科学のモデルっていうのは、量子力学とかそっちの。いや、そこまでいっちゃうとちょっと行き過ぎで、僕は2つあると思う。一つは生物学で、生物っていう、18世紀までの生物学って基本的には博物史でしょ。現に存在する種やね、個体というものを分析的に整理するという博物史の発想の中でとどまってたわけでしょ。ところが、あれはフーコーが言ってたんだけど、キュビエだったかな。生命っていう概念が導入されて、生命の変化が起きるわけです。で、さらには進化という問題とか、そういう形で変化という要素が科学の中に導入される。何かが生成したり変化して、生成や変化というある力道的な契機というものがね、科学の中に導入される。そういうところに。でもう一つあるでしょ、19世紀の。実は19世紀の科学の中で一番大きな変化をもたらしたのはファラデーなんです。ファラデー。イギリスの科学者のファラデー。電気かな。電磁気学。熱力学。つまりね、こういうことですよ。非常に簡単な例で言うとね、18世紀までの科学だったら水を熱で熱していくとね、液体だったものが蒸気になって気体になって発散していくわけでしょ。なんでこういう変化が起きるんです。あるいは熱を下げると液体だったものが固体に変わっちゃうわけです。
これ変化でしょ。18世紀までの科学じゃこの理由を説明できない。これを初めて説明できるようにしたのがファラデーの熱力学だと。そうするとここでも変化という契機がね、変化という契機が科学の中に導入された。つまり18世紀までの科学っていうのはあるタブロー、フーコーの言い方をすればある基本的な枠組みの中に収まるタブロー表ですよね。分類だ。分類表、これもフーコーが使ってる言い方でタクシノミアっていう。タクシノミア、マテシスとタクシノミア。マテシスってのはそのマテマティックで数学のことですね。だから18世紀までの科学っていうか18世紀までの思考秩序っていうのは要するにマテシスとタクシノミアとこの2つの契機によって出来上がってるんだと。だから非常に生態的なわけです。スタティックなわけですよ。分析していけばさっき言ったここの世界です。これタクシノミアなわけです。でそれを方法的にしたらマテシス、要するに数学的方法、幾何学的方法って言ってもいいかもしれない。ところが18世紀までのこのマティスとタクシノミアで出来上がっていた思考秩序っていうのは19世紀に入るとこの生物学やキビアから始まる生物学やあるいはファラデーの熱力学というようなものって変化っていうね要素がそこに加わってくるある力動的な変化っていうものが科学の中に導入されるわけじゃないですか。だからついでに言うと社会科学っていうのもね18世紀まではないわけでしょ。ソーシャルサイエンスってないわけです。社会そのものを科学する社会そのものを科学の対象にするって発想が出てくるのは19世紀。それがまず出てくるのは経済学なわけでしょ。それは経済学つまり生物学熱力学経済学こういう形で捉えられるような19世紀の科学のモデルというものを考えた。そこにはもう要するに永遠に変わらない同一率で分析的に説明をするというような説明は不可能な状況が生まれてきている。これが18世紀から19世紀の大きな歴史の転換になるわけですよ。でこのこととヘーゲルがまさに19世紀の市民社会の哲学だったということの関係を考える。ヘーゲルがねついでにこれも脱線ついてるみたいな言い方なのでヘーゲルがこういう変化とかね生命とかっていう問題ってこういう考え方をするようになった僕は一番大きな理由っていうのは僕は彼が経済学を読むようになったから。彼はアダム・スミス読んでるわけ。カントはおそらくアダム・スミスなんか読んでなかったはずだ。スコットランド啓蒙の著作ねヒュームとかそれはもちろん読んでたけど僕はカントはアダム・スミスは読んでないと。ヘーゲルって要するに経済とかそういうのから発想を掴んでるわけ。そういうことなんです。だからね市民社会っていうものの学としての経済学というものを最初に哲学に取り入れたのがヘーゲルなんですよ。でねこれを証明してるのはヘーゲルの初期の論文でドイツ憲法論っていうだからねドイツ憲法論って非常に重要なんですね。それから家なきの草稿とドイツ憲法論家なきの草稿これらを読むとヘーゲルが特にイギリスの新聞を読んでるイギリスの新聞を読んだりアダム・スミス読んだりして市民社会っていうものがどういうふうなものになりつつあるのかっていうことを非常に早くから意識的に取り入れようとしています。今お話になっているようなことに化学ですね、キミストリーとか、それからそのと関連があるという錬金術とか、その前にその辺は思想の問題に何か絡んで絡んでると思います。でね大変面白いのがこの哲学史でね近代哲学、近世哲学か近世哲学について始めるんだけれども、この間もちょっと言ったけどねじゃあデカルトとかスピノザとか出てくるのは第2節からなんですよ。
でこの辺はもう正道っていうかね、非常にオーソドックスな近世哲学。ところが僕非常に面白いと思うのは、第一節で近世哲学の黎明と題したここで2人の思想家を取り上げてるんですよね。1人はベーコン、これはフランシス・ベーコンで、これは分かりますよね。フランシス・ベーコンは近代科学の父の一人だから、これはいい。ところがね、もう一人が挙げられたのはヤコブ・ベーメなんです。なんでヤコブ・ベーメがここで取り上げられたの？ヤコブ・ベーメってある種の神秘主義なんですよ。でね、これに関して言うと僕はこう考えるんですね。ヘーゲルって存在とさっき言ったように存在と思考の一致というのを求めようとしたわけですよね。存在が変わることが、思考が変わることと存在が変わることの間には平行関係があるというふうな言い方でもいいかもしれない。存在と思考が一致しなければいけない。で、存在と思考が一致するっていうことは、人間の内部のね、主観性の内部で考えるとする、意識の内部でね考えるとすると、基本的には身体的感覚的なものと精神的理性的なものが一致すると。ちょっとね、この論理っていうのは前回もちょっとお話をしたわけで、ある種その新プラトン主義的なね考え方とかそういうもの、つまりデカルトが完全に二分した身体と精神、感覚と理性、そういったものをもう一回つなぎ合わせるって発想をねヘーゲルは非常に強く持ってた。これはね、ある点ではデカルト以前の立ち返るっていう側面を持ってたと僕は思う。だからここでヤコブ・ベーメは時期的に言うと大体デカルトやね、この17世紀の哲学者であるわけ。17世紀の哲学者の中で群を抜いてユニークなっていうかね、ちょっと反時代的な哲学者だったのは僕はヤコブ・ベーメだと。彼は要するにある人間の微細な感覚その中に全宇宙を映し出すことが可能だっていうような発想を持ってた人。神秘主義ですよね、一種のね。結構ユングが結構やったら引用してくるんですよ。ユングが印象してそうユングなんかがある種の発想を得てるのはこれやっぱりヤコブ・ベーメなんかの伝統、ヤコブ・ベーメからさらに遡っていくとドイツにはマイスター・エックハットっていう神秘哲学者がいますので、ああいう系譜っていうものをあるところでヘーゲルは引いてる部分が僕はあるような気がする。でそれは科学になると化けなくなるんでね。化けっていう言い方、この化っていうちょっと次々に連想ばっかりが言って申し訳ないんだけど、化っていう言葉だと僕すぐ思い出すのはこれなんですね。インカルナチオっていう概念。受肉。要するに最も高度に心的なもの、精神的なものが最も具体的な肉体的なものへと一緒にして結びつく。だから例えばインカルナチオの一番の証明例ってイエスなんです。イエスって人間の肉体と神の結びつきでしょ。つまりイエスっていうのは神の自肉体なの。こういう考え方はキリスト教神学の中ではどちらかっていうと異端だったんじゃないかと思うけど、でもベーメの発想なんてはそういう発想にちょっと近い。つまりイエスというのは神の自肉体である。でこの自肉という発想っていうのは意外なほどいろんなところでヨーロッパの思想の伝統の中に出てきます。ちなみにこのインカルナチオを最後にね非常に重要な概念として使ったのはメロポンティっていう思想家だった。メロポンティの自肉というのは非常に重要な概念、ね、これはメロポンティの一番最後の見えるものと見えないものっていう未完に終わった著作、これの中に何度も肉っていう言葉が出るんですよ。肉々しいほど肉という言葉がメロポンティは好きだった。肉の厚みとかね、野生の肉とか、肉って本当に肉ってことが出てくる。シェルってフランス語で言う。これは面白い。でね、ヘーゲルにね、こういう側面が僕はどうもやっぱあったような気がする。これはちょっとやや今の話から脱線気味なんだけど、
ただここで一番最初にね、宇田さんにも指摘していただいてだいぶ明らかになったけれども、一番最初にあったこのヘーゲルがね、2つの特色っていうけど、生命と変化っていうこの2つ、しかも変化のところに弁証法って出てくるでしょ。これは今言ったようなことがまさにそれを表していると言っていいと思うんですよね。で、さあここからなんですけどね、ちょっとここからは吉本さんがここで書いてることから少し離れるような問題になる。ちょっと一旦これをね、英語で言うとインカーネーションですね。ラテン語でインカルナツィオっていう。中澤慎一がよく始まりの例にでよくこのことを三位一体と絡めて返したから、そう、三位一体論の元になってるのはこのインカルナツィオなんです、ね。あそこでベーメとか借りてこういう綴りみたいです、インカルナツィオってね。ベーメとレーニン結びつけてた。高橋ベーメとレーニン結びつけてた。始まりの例にはね、それでなんか中澤はね、面白いね。でも最も物質的なものが最も最高に精神的なものであるっていうね。そういう発想っていうのはかなり実はヨーロッパの中にあるんですよ。ずっとあるんですよ。だからこの問題を考えるときにちょっと脱線ついでにもう一人ね触れておくと、実はヨーロッパの思想の歴史の中で非常に重要な思想家で、あんまりね日本では知られてない人、ニコラウス・クザーヌスっていう。それも確か書いてありましたよ、確か。始まりのレーニンにいや、だから中澤そういうの大好きだから。っていうか唯物論っていうのは唯物論はまさにそれだって、唯物論をそういうものだっていうふうにインカルナツィオの論理だっていうふうに考えると、すごくね唯物論っていう言葉の持っている狭さっていうのを広げて考えることができるようになる。だからさっきメロポンティの下で、メロポンティはこのインカルナツィオからどういうしたと、野生の存在論っていうね。野生ソバージュ。そう、それってキリスト教のよりもっと前からそういう発想があるわけ。要するに受肉っていうのを、ただイエスの後から考えてそういうふうな発想に三位一体とかなんか作っていくっていう面はあるのかもしれないけど、そういう自肉思想っていうのはそんな昔から。この人は言ったらこういうことか。ラテン語でコンフィデンツィア・オポリトリウムという反対物の一致という。大体ね、この人そういうのは大好きな人、この人の主要著作の名前が面白い。こういう本を書いた人。ちょっと吉本さん的でしょ。最後の親鸞。最後の親鸞。だってほら、最後の親鸞ないじゃないですか。地が頂点を極めて静かに基地へとね、着地するっていう、こういう地ある道じゃないですか。ちょっとこれはこじつけかな。この「地ある道」っていう本がこのニコラス・クザーヌス。クザーヌスは13世紀から14世紀のキリスト教神学者であって、当時の法の側近でもある人物だったんだけれども、実はこの人は無限宇宙観を初めて唱えた人、初めてっていうか近代においてね、無限宇宙っていうのは古代ギリシャにあったけど、長らくキリスト教では異端という形で禁止されてたね。で、法の側近のキリスト教神学者であるにもかかわらず、初めてっていうか正面切って無限宇宙観を最初に唱えたのはこのニコラス・クザーヌスだった。
でこのニコラス・クザンスは無事に最後全うしたんだけど、このニコラス・クザンスの無限宇宙観を真に受けてね、公然と無限宇宙観を唱えちゃったジョルダーノ・ブルーノがあえなく飛躍にされて処刑されちゃったという話になる。だけれども、まあそれはあるとして、まさにね、インカルナツィオの論理、反対物の一致なんですよ。最も対立するものが一致をすると。でニコラス・クザンスが唱えたのは極大は極小に一致するっていう考え方だ。極大極小に一致するっていうのはね、クザンスの考え方だと無限大の広さを持った円周ってものを考える。そうすると円周の周囲と円周の中心っていうのが重なり合うはずだと。それが極小と極大の一致なんですよ。ちょっとこの辺り言い方が怪しいんで、もしあれの人は平凡者ライブラリーちゃんと出てますから確かめてください。知の知ある道が。そうそう。知ある道は今2種類確か翻訳が出てて、一つは平凡者ライブラリーに入ってる山田さんの役だったかな。もう一つなんか確かあったと思う。そう昔総文社でも翻訳が出てたのかな。平凡者ライブラリーの読みやすくていいと思います。で、要するにね、どういうことかっていうと、要するに無限大の円周を考えたときに、円周の中心とここっていうのは一致をするんだっていう。なぜかこれが無限宇宙観の根拠になっている。クザンス。でこの背景にあるのはどうも新プラトン主義だったみたいなんだけど、そのあたりはだね、ヘーゲルの弁証法っていうのをヘーゲルの弁証法の、ね、考え方っていうのを比較的狭い、ね、時代的な枠の中で、例えばカントやね、カントから付してヘーゲルみたいな流れの中で考える傾向が強いんだけれども、やっぱりヘーゲルの背景には実はこういう例えばクザンスの発想であるとかベーメの発想であるとかっていった、一見すると神秘主義とか新プラトン主義に近いような、しかし同時にそうであるがゆえになのか、そうであるにもかかわらずか、実はヨーロッパの科学の伝統ね、サイエンスの伝統にも非常に大きな影響を与えた発想というような、そういう流れがあるわけです。そういうものとヘーゲルの発想っていうのはやっぱりどっかで結びついてる面がある。反対物の一致なんかまさにそうで、ここで聞くともっとずっと単に正反合みたいなスタティックな感じじゃないんです。そうなんですよ。ヘーゲルの弁証法を正反合っていうふうに正助しちゃうのは僕はやっぱり間違いだと思うんですよ。そんなに簡単なもんじゃない。すごいスタティックに聞こえるね。確かにヘーゲルの中には最終的には絶対精神へとね、目的論的に合目的的に行き着くっていうのがあるんだけど、ここに見ていくとヘーゲルのこういう力道思考の力道性ってそんなに簡単なもんじゃない。はい、ということで。でね、それでここでちょっとね、最後にもうあんまりもうちょっと時間ありますね。実はね、ここでさっき言った問題、スピノザのね問題にもつながっていくんだけれども、なんか引っかかると話が脱線してどっちか枝葉が伸びてしまうというのは私の発想の悪い癖です。素晴らしい。いやいや、助かりますよ。すいませんみたいな。いろいろなこと。枝葉の方が面白いとか言って。どの脱線が多い。いやいやいや。学校の教師でもやっぱり枝葉の方が面白い。ね、学校時代に教師の話で勉強の話で聞いたことってのはほとんど忘れるけど、途中でなんか変な話で、もう中学1年で大犬のふぐりっていう花のあれして、ふぐりって何かっていう
女の子たちもいっぱいいるでしょ。先生すごいね、顔を真っ赤にしてふぐりの説明をしたっていうのをよく覚えてる。ふぐりとは何かってね。それからその面白い先生だったんですよ。声だめの話なんでね。声だめっていうのはあれ汚いでしょ。ところがね、声だめっていうのは置いといてしばらくずっとする非常に透明な綺麗な液体になるんだとかね。本当かよ。昔京成線の高砂っていうところの近くに母親に実家があって住んでた。そこからね、高砂の駅から家まで帰る間にね、声だめ5つぐらいあってね、親にいつも小さい声だめにだけはハマるなよと。いや、でも小学校でハマったやついた。俺だって落っこっちゃったら、こっち。私も片足ハマったの。いや、あれ表面がね、土の色してるから分かんないんだよね。息をしてたんですよ。畑と自然になってるから、ポコッとはまるとさ、分かんないんだよね。でも透明で綺麗な水なら。いや、ところがね、その下には透明な水ができるんで、この話妙に覚えてるんで、汚い声だめからね、その透明な綺麗な液体ができる。だって全部分解しちゃうからでしょ。ということだ。そういうことです。そうなるとね、最高の肥料になるんです。ああ、なるほど。なんかすいません、脱線。でね、ここでヘーゲルが展開している議論というものをどういう方向性で読むかっていう問題で、何度も言うようにヘーゲルは存在と思考の一致ということを前提にして考えているわけですね。ではその時にね、あるいはこれはもうちょっといいんだけど、存在世界と思考世界の関係というふうに考えてもいいかもしれないんだけれども、今日の話の流れの中で言うと、上の塔に幾何学的世界というものを想定すると。で、下に主観的な世界というものを想定する。と、この吉本さんの理解だと、ヘーゲルはね、こっちにあるわけですよ。ヘーゲルはこの主観の世界から幾何学的な世界へとこう突き進んでいくんだっていうモデルで考えている。で、それに対してスピノザはこっちの方に見ている。それはずっと関係ありますかね、最後の。関係あるんですね。これ主観と客観に読み替えられないかなと思った。3のところの図ですか。いや、共同の行為と内在とか出てる。2の最後のところね、内在外在のここのところですかね。あと衝動面と。そう。だからこれこれで言うとこの衝動面っていうのはここになるわけです。この図で言うとね、衝動面はここになる。それでこれむしろこれ上下は吉本さんの図だこれ第2図です。第2図のところね。単行本だと92ページになるけど、第2図のところ。ここがこの図でいうと、ここが衝動面で、そうだな、これむしろ順次、上と下はこの図でいうと逆になってるかもしれないですね。この衝動面に、上の方が主観性の世界で、衝動面の下のところに、ここで幾何学的世界って、その主観の外側にある世界という。で、そこにぶつかると、こうぶつかるわけですよね。ぶつかると、反省と、この場合、この反省というのは、要するにここへこう行って、ここで、ここへ行って、こっちへ戻ってくるっていう運動。そうすると、ここで主観的なものが生まれるわけです。で、ここで自我が生まれるんだ。こう行って、この世界へぶつかって戻ってきたときに自我が生まれるというのは、この第2図の意味だ。で生まれた自我というものが今度はこの自我というものを元にしてこの世界へと分け入っていくと。
この3図だとそういうふうに戻ってますけど、この2図だとなんか行為と反省がどっか分かれちゃっちゃってますね。そうだからこっちで入って存在の世界、こっちで書いた方がいいから、この存在の世界に入っていくことができるのは行為だと。このスピノザとヘーゲルの違いが今のその反省と行為が分岐しちゃって、スピノザの場合なんかもう捨てちゃってるような感じするんですけど、ヘーゲルの場合回収しようとしてるようなっていうふうに吉本さんのこの図だと読めますよね。その通りだと。第2図第3図のところですよね。ところでね、ここで何が言いたいのかっていうと、例えばスピノザはこっちの方で終わってて、ヘーゲルはこっちの方からこう言ってるんだというふうに単純に果たして考えていいのかどうかと。でね、ここのところで実は吉本さんとスピノザを比べたいって問題、これ言語にとって美とは何かのところで出てきた自己表出の概念の読み方の問題とも関わってくる。ずっと、僕も含めて一般的に言うと言語にとって美とは何かの自己表出という概念はこれ一本やりで理解されてきたわけですよね。でも僕らがずっと丁寧にね言語にとって美とは何かを読む中でだんだん気がついてきたのは、自己表出というのは主観的なものとしての自己というものが客観的なものを表出するとかね、客観的というか外に向かって自らを表出するという疎外論的な構図、そういう構図で理解してはいけないんではないかということにだんだん気がついてきたのよ。少なくとも僕自身はそう思ってる。むしろその前にも言ったように自己表出は自動表出と読み替えてもいいんですっていうふうに吉本さんが言ったことが、むしろこうではなくてこう見える運動がそのままこう来る運動でもある。その軸組みそのものなんですよね。そう自己表出。表出っていうと例えば表出ってなんかね、外へ確かに体にコーディングなんか昔ライプニッツ症候群みたいな形で吉本さんが揶揄したテクストがあって、一つのある種刺激を受けたんだけど、ちょっとこのやり方違うなと思ったけど、確かにすごいだからライプニッツがある種吉本さんなりに全て込めてるから。まただから表出ってことを翻訳語だって考えちゃうと間違えちゃうんですよね。だから表出という言葉を翻訳をもとにしてああいう言葉を作るしかなかったというふうに全部スタートしてるっていうね。でもね、どうもそうじゃない。むしろね、例えば自己表出っていう概念を僕はここね、自己表出。自己表出を自己原理と呼んだらどうか。ということで、ちょっとスピノザをお配りしたというこのスピノザのところをちょっとご覧いただきたいんですけどね。エチカですか？エチカのところです。もう一枚どこですか？この間も愛したする第一部神についてのところで、一番最初のところ1ですね、定義の1、自己原因によって私はそれの本質がそれの存在を含んでいるようなもの、もしくはそれの本性が存在しつつあるものとしか考えられないようなもののことを理解する。自己原因ですね。自己原因っていうのはその自らが原因になって発出するっていうか存在があらしめられるというところのもの。でちょっと先に進む形になりますけど、吉本さんがスピノザについてまとめているのが3の一番冒頭のところで括弧1から括弧5までのところでまとめているわけですね。
でね、このまとめ方にちょっとね、僕は吉本さんのスピノザの捉え方の特徴も現れているような気がするんだけれども、何ページ90単行本だと94ページですね。94ページ。はい、はい、ありがとうございます。3の、わかりました。ありがとうございます。スピノザの幾何学的な認識の出発点はヘーゲルとはまるで違っていたと、人はさまざまにスピノザの哲学を理解するだろうが、イメージとしてのスピノザの体験の始まりは、私には全能な実有としての神だと思うと。スピノザの与えられた神という概念は次に挙げてみよう。1、その他にどんな実体も考えられない唯一の実体の神だと。でこれが定義の1から3のあたりで語られていることになる。ね、だから2、絶対に、無限であるような実のことであるというのは、これは定義の6ですね。その定義の6。それから一切の不完全なものを捨てて、絶対に完全なものを含むから存在が疑われる一切の原因を持たない、そのために存在が最高の確実性を持っているのが神だ。で万物の原因で、しかも我々の精神の中でその観念もまた我々のあらゆる観念の原因であるようなあるもの、これが神なんだというふうに言ってるわけですね。でこれは後者の4、5のところはこれは定義のそうか、飛ばしちゃったんだな。すみません、ちょっと飛ばしちゃってありますね。これ定義の7のところになるのかな。ちょっとそこ書いてないんですけど、定義の7と8でこういうふうに言ってるんですね。自己の本性の必然性だけから存在し、また自己だけから行動するように決定づけられているものが自由なものと言えよう。でところが他者から確実かつ決定的な理由によって存在と活動と規定されているものは必然的なもの、あるいはむしろ強制されていると言われる。で8、永遠性によって私は永遠の事物の定義だけから必然的に出てくると考えられる限りの存在そのものを理解するというふうに言ってるわけですね。でついでにその後に公理というのがあるんだけれども、公理の6のところで真の観念はその対象と合致しなければならない。ここで存在と対象、存在と思考の合致ということが言われているわけだけれども、でね、ただこの吉本さんのところで実は僕自身が不満だっていうかね、あれなのはここで自己原因っていうね、本当は一番僕大事なのはここでスピノザが言ってることで自己原因だと思う。そして本来ならばこの自己原因を自己表出とつなげて考えてほしかったって僕は吉本さんに対してちょっと思うわけです。実は吉本さんの自己表出ってスピノザ的な意味での自己原因だったんではないか。つまりね、それ自体のつまり自らが自らを生み出すと。だから自らは作るものであり同時に作られるものであるというふうに言ってもいいかな。そうするとね、そこにはいかなる意味でも超越的なもの、つまり自己の外にあってね、自己の外から何らかの形で自己に対して働きかけてくるもの、そういうものが一切存在しない、そういうモデルというのがスピノザの考えている、存在というか世界というかモデルだと。それは言ってることは分かるけれども、請求すぎると思うね。自己表出って私よくヨーロッパの世界分かんないけど、どうに訳すかってことは一つの問題になると思うんですね。ヨーロッパの言語の中に自己表出がうまく当てはまるかどうかっていうのはとても難しい。これは共同幻想論が訳せないということと同じだと思う。スピノザのね、自己原因っていうのは、僕は自分なりにはむしろね、自己算出性、
あるいはフランスの20世紀のね、僕はもうフランスの20世紀の思想家の中で一番ユニークな思想家じゃないかなと思ってるんだけど、ミシェル・アンリっていう哲学者がいるね。去年ちょっと今年あたりになって少しあれだけど、去年一昨年あたりはもうこのアンリで夢中になっていたっていう非常に面白い人で、このアンリの考え方の中にセルフアフェクションっていう考え、自己触発っていう、自己が自己を触発するっていう形でしか存在というものを考えてはならないっていう、いかなる自己の外側にある超越的な力というものの働きによって世界とか存在を考えてはならないという。そうするとね、このアンリの自己触発の概念って自己が自己を触発することによって何かが生み出されるという、このモデルっていうのをたどっていくとスピノザの自己原因論に行くんですよ。だから自己原因っていうのは僕は自己産出性っていうふうに考えていいんだよ。それもわかる。それもわかるけど、それは何が言いたいかっていうと、今小島さん言ったようにね、西洋のモデル、西洋の思想のモデル、前回もお話しした通りだけれども、古代ギリシャ、古代ユダヤからのね、ずっと流れの中だと、たとえ神というものを第一原因と考えてたとしても、それから主観性っていうものを第一原因と考えたとしても、モデルというのは超越性のモデルになるんですよ。超越論性というモデル。超越論性っていうのは何かっていうと、自己を超えたところにあるものが自己というものを逆に規定してくるという考え方。ヘーゲルもそういう超越論性というものだと、つまり絶対精神というものがあってね、それが個々の存在や個々の主観というものを決定づけるんだとしたよね、決定づけるというふうに。でもね、僕はね、ずっと気になってるのは、そのヘーゲルがスピノザに対して感じていた共感っていうのは何か。大変面白いんだけどね、反発しながら共感するっていう対象というのは、スピノザっていう思想家は本当に反発と共感が同居するようなね、反応を引き起こす思想家なんですね。実は普通で言うと最も対立しそうな2人の思想家がそういう形でスピノザにつながってる。一人がヘーゲル、もう一人はニーチェなんです。およそヘーゲルとニーチェったら正反対の思想家のように思うけれど、ところがヘーゲルもニーチェも彼らのある思考の最も根本的なところでスピノザとつながってる。いや、それは何かっていうと、僕はこれだと考える。自己原因。それね、今ちょっといい加減だけど、ヨーロッパの思想伝統っていうのはおよそ古代ユダヤ、古代ギリシャからずっと続いているヘレニズムとヘブライズムの伝統の中では、超越論的なものを前提にして、その超越論的なものの力がいわばそのなんていうのかな、個別的なものをねじ伏せるというね、屈服させるという形で存在のモデルというか世界生成のモデルっていうのを考えると、大抵どんな思想も大体そこのところに入る。例えば古代ユダヤで言えばやっぱりモーセがそう、それから古代ギリシャで言えばプラトンがそう。でもさ、超越性が世界の原因であるっていうのは、どんな文明でも文化っていうか、古代って大体そうじゃありません？神、それが、キリスト教的に断絶超越性か、もっとそれ何を言いたいかっていうと、それがね、ヨーロッパの一神教伝統と結びつくようなある種の知性主義っていうかね、英知主義っていうか、そういうものにつながってる。ところがね、その長い伝統の中でね、根本的に違う発想をした思想家がたった一人いた。それはスピノザなの。スピノザはいかなる超越性も説明原理の中に加えてはいけない。要するに原因は自己の中にしかない。だからね、もう一つこれはスピノザの有名な概念としてこういう概念ね。
要するにスピノザはこの間で世界というものを考えなきゃいけない。世界というのは存在する世界というのはおよそ産出する自然と産出される自然の関係として捉えなきゃいけない。両方とも自然なんだ。だからこれイコールなわけです。両方とも自然だ。自然が作り出し作り出されるというこの関係なわけです。スピノザの世界モデルってこれなんです。これ握る手と握られる手とどっちも手でしょう。私の身体の中で。だからこの握る手と握られる、握ると握られるっていうのはある外側から超越論的に働く力じゃないですよね。自己の内にある握る握られるの関係。さっき言ったアンリがどっかで言ってたんでね、自己内超越って言ってるのかな。ちょっとそういう言葉だったからちょっと正確ではないんだけど、アンリとしてはだからさっき言った自己昇華というモデルで考える。要するに自己を超えてある超越性というものにいかなる意味の頼ってはならないというそういう発想をするわけ。いや先生の言うことを私も賛成で分かります。分かります。だからそこのところはそうなんだろうと思うんですよ。それで前回の拡張論でも感じたことなんだけど、先生がこう創造的に読むっていうので、その気持ちも分かるんです。気持ちも分かるんだけど、私が言いたいことはちょっとまた私には手に負えない世界なんだけど、ずっと疑問に持ってたけど、なぜ吉本が翻訳できないのかって問題があって、ずっと今いまだに手を挙げてる人が何人かいるわけですよ。だけど山本哲さんも、俺はもうできないから諦めろって降りちゃったわけですよね。なぜできないのかっていう。で共同幻想論を訳せないっていうね、山本哲司はね。じゃあ共同幻想論ってじゃあ日本語でどう説明してくれるんだっていう話をぜひ聞きたいんだけど、どうしても訳せないっていう。で共同幻想っていう言葉がお寿司のように流通するようにならなければ共同幻想論とはヨーロッパで呼ばれないっていうふうに言ってるわけですよね。だから先生の言ってるスピノザ論は今話してる限りでは私は分かるし、その通りだと思うわけ。ただそういうヨーロッパの持っているスピノザしかいないわけ。だからじゃあスピノザっていうのは要するに圧倒的なマイノリティなわけです。もしねスピノザが僕はマジョリティになりうるような状況が来たらね、吉本さんヨーロッパでも理解されるようになるんじゃないかと思うんです。ちょっと少し謙虚不快に聞こえるかもしれないけど。でも吉本さんの例えばさっきの図で小動面で反省と行為に分かれちゃいますよね。はい、あとこの3の最後で、知性と存在をまた分けちゃってると。でこの区別するのはヘーゲルなかったって言い方は、なんでここに図だとなんか実在と表象の間に無限記号が入れちゃってあるけど、なんかその実在と表象との隔たりみたいなことを要するに存在と知性が表象合致しないのが第6図のところね。だからこの図はまさにこれなんですよ。これがこの図の意味になる。だからヘーゲルだとスピノザの世界は吉本さんのこの理解だと図6のところをね踏まえると、その要するにスピノザの世界は上の幾何学的世界、ここで書いた上の世界で完結しちゃってると。ところがこの小動面って2の図で見たこの下の部分に実は知性表象実在というところが、ただスピードがそれ分けちゃってて、そこを無限の隔たりにしちゃってるんですかね、この境界線の下と隔たっちゃってるっていうふうに吉本さん理解してる。吉本さんの理解だとその行為と反省がなんか分岐してしまうように。でところでそれは僕はスピノザの決定的な誤読だと思ってる。誤読ですか。完全なスピノザの誤読で、スピノザそんなこと全然言ってない。だから何度も言うようにスピノザの第一部、神についてのエチカの第一部のところだけを読んでね、スピノザはこういう思想家だっていうふうに考えてしまうとこういう誤読が出てくるわけです。これはでもそれなんていうの、その分岐自体が、これを区別する意味がヘーゲルになかったのだって話が終わってるから。なんとなく保留してるような感じがするよね。だからなんか、どっちがどうって言われなくて、ここのだからさっきも言ったように、吉本さんのここだけの表現的な字面の読み方で言うと誤読になるしね、非常に不十分なスピノザの理解なんだけれども、実は
例えばね、ちょっともう今日時間ないんであれですよ、単行本で言うとその図 4B の図第4図の後のところの文章ですね。スピノザの示する体系の中で神の次に重要なのは知性であるかのように見えると、スピノザにとって知性という概念は極限としてしか使われていないもの、物体がひとたび知性によって観念として思い浮かべられたとき、形相的に、つまり実在的にその像と同じになるような把握力を持ったものが知性であり、それ以外であることはできない。それだから知性はものを持続するよりもうんぬんと。この文章ね、すごく気になるんですよ。ちょっとね、今日は今言ったようにちょっと時間がなくなって、この文章の解釈はちょっと次回にさせていただきたいと思ってるんですけれども、これね、普通考えないとにスピノザが論理的な概念的論理的な意味で捉えるような知性というものを重視して一種の知性主義になってるんだっていう意味で僕は言ってるだけだとは思えない、ここの解釈の問題だと。じゃあこのスピノザの知性っていうのは何なのか、これ吉本さんどういうふうに理解しようとしてるのか、これが一つね、発展的にっていうか、より可能性を追求する形で吉本さんのスピノザ解釈というものを考えると気持ち悪い。これが気持ち悪い。そうそれがさっき言った自己原因なんだけど、要するにね、吉本さんにはこういう方向だけでヘーゲルをね持ち上げて、スピノザはこっちの方で完結しているからダメなんだと言ってるっていうふうに僕は理解したくないってこと、これだけでは吉本さんの言う人はむしろ吉本さんの自己表出を自己原因あるいは自己産出性、さっきアンリの言ったような自己触発と、むしろそういう意味での自己っていうふうな形で自己表出の自己をね考えられないかどうかっていうのは、僕は実は吉本さんとスピノザをね対峙する時の一つのポイントになって、そうするとそこのところで多分かかってくるのはこの知性っていう言葉。知性っては普通これになっちゃうわけです。でも吉本さんはここで使ってる知性、スピノザの知性っていうのはこれじゃないんですよ。こういう知性じゃないんです。あと表彰の問題もありますね。そうなんですね。でね、この知性にとって最も敵になるものっていうふうにスピノザが一巻の中で言ってるのは表彰の知なんですよね。そうですか。つまり表彰の知ってこれじゃないですか。相手を対象化して表彰化するっていう形で捉える、こういうふうな知のあり方を最も強くスピノザは批判しているわけですね。表彰知っていうのは偽物の知である。ある種表彰批判でもある。そう、表彰批判、完全な表彰批判なんですね。表彰知っていうのは偽物の知だっていうふうに。それは一巻の中だとこの問題が出てくるのは。表彰地の批判をしてたのは、そうだ、第一部のね、神についての第一部の一番最後の、プロップがあるんですが、尾行っていうところだったかな。尾行じゃない、どこだったかな。これ第3部。そうだ、これだね。第一部の最後の尾行の2っていう文章がね、第一部神についてエチカの第一部神についての一番最後に尾行の2っていうところでこの表彰地に対する批判が展開されている。でさっきの算出するっていうところでこれも定理、第一部の定理29、自然のうちには何一つ偶然なものはない。むしろ一切は一定の仕方で存在し作用するように心的本性の必然性によって決定づけられている。でこの尾行のところで先に進む前にここで農産的自然、つまり産出する自然と初産的自然、産出された自然のなるものを何かを理解すべきかについて説明しておきたいというのをむしろ注意を促しておきたいというのは以上述べたところからして次のようなことがすでに明らかになってきている、すなわちすでに明らかにいわく農産的自然のもと産出する自然のもとに私たちが理解しなければならないのはそれ自身のうちにあり、そしてそれ自身によって考えられているところ
還元すれば永遠にして無限なる本質を表現する所属性、自由なる原因とみなされる場合の神である。これに反して初産的自然とは神の本性の必然性から導き出された神なしには存在し得ない属性ですね、属性。だからこの産出する自然と産出される自然の関係っていうのは実体と属性の関係というふうに考えている。だから何度も言うように、しかしこれが両方とも同じ自然の中で起きている。だからね、ここで図らずも言ってるんだけど、実はスピノザの神って自然という言葉に全部置き換えて読めるように出来上がっている。木端さんがそういう論文を書いてた。だからなぜスピノザが神ってこれだけ神って言ってるのに無神論者だって言われたかっていうと、要するにスピノザの神っていうのは容易に自然という言葉を置き換えて理解できるからだ。橋中おそれが出てるのはこの右脳産的っていうか産出する自然と産出される自然の関係だというふうに思うんですね。さっきのだから反省と行為が分岐してしまったさっき大島さんが言ったように木端さんが読もうとしてたマルクスにどうやって使うかっていうのはどっか消えてしまうような感じがして分けてしまう、ね、分かってしまって、実は本当はこの問題はマルクスの問題に行くわけです。スピノザの自然概念なしにマルクスの有物論は僕はありえないだろう。つまりマルクスの有物論は死んだ有物論、つまり死んだ対象化されたものという意味での有物論じゃなくてね、生きた自然というものに根ざした力道的な有物論だというふうに考えるためには、どうしてもマルクスの有物論の理解にはスピノザを媒介にする必要がある。僕はずっと考えている。そのことも含めて吉本さんとね対比したいっていうのがそれはそこまで分かる。だからヨーロッパの中でスピノザなくしてそのマルクスの読み方はできないっていうこの流れはよく分からないけどすっとこうその通りに受け止めていっていいんですよ。ただ吉本の比較っていった場合に何かがもう少し何かが改善していかないと無理なんじゃないかなって気がして、例えば翻訳できない問題っていうのがあって、いまだに翻訳できない、小林康夫がフランス語を翻訳するって手挙げたって言ってるけど、いまだに何の音沙汰もないですよ。で、なぜかって言ったときに例えば私たちはっていうふうに書いてますね、文体として。で私たちはって訳せないんだって言うんですよね。で吉本さんに私たちってのはどういうことなんだって聞いたらば、俺にも分かんないっつって。だからつまり吉本さんの持ってる文体とか思考方法っていう、つまり積み上げてきてる思考方法の内実がヨーロッパの持っている積み上げてきた内実と違うんだと思うんですよ。でそこがものすごく難しくて、大島さん言う通りでね、そこは全然違うと思うんだけど、今この議論を聞いててね、スピノザと吉本の共通点って何かと、2人ともね、所属する共同体がなかった。所属する共同体がなかった。だからね、自己算出っていうのはね、2人とも、スピノザはヨーロッパで所属自分がしてるものとかと思わない。吉本さんも所属する場所ってなかった人間がね、自己算出っていうことはね、やっぱり2人とも実践的に言うと自己算出はまさにそういう形でね、あんまり宇田さんのような捉え方は意表をついたあれで私考えなかったけど、なるほど、それは分かります。なんでよく分かんないな、そんなどう考えたら。いや、スピノザ、いわゆる共同体と個人の関係みたいなことで議論って進むけど、その所属してるってこと自体が、スピノザ破門されたから、スピノザの3つの共同体から入るだからそれなんで自己算出どうつながる？いや、つまり超越論的に考えられないってことの根拠ですよ。なぜスピノザも吉本さんもね、超越論的に考えるというふうにならないのか。つまり外側のある絶対的なね、絶対的に自己を超えるものに自分自身の存在の根拠をね、反証的に求めるって、これは超越論的になるわけ。それがもし吉本さんやスピノザできなかったとすれば、吉本さんやスピノザが根本的に単独者だったからじゃないか。僕は宇田さんの話、そういうふうに。宇田さんはそういうふうに言ったんだと思います。全然わかんない。だってその比喩的にそうかねというふうには分かるけど、それ以上のなんか説得力は別にないでしょう。私もこの文脈に沿って何か言ってるんじゃなくて、
スピノザと吉本が似てるって言ったらどこかなって言ったらそこかなみたいなね。だけど私はそういう発想ってものすごく大事だと思うのね。こういうインスピレーションがないとやっぱりだからインスピレーションからどうその他人そうでない人を納得させる話、それは本筋、それがなければしょうがないんだよ。それは次のことであって直感っていうのはまずあるんだからしょうがないで。傍らでもあそうってしか言えない。いいんじゃないですよね。それからまた議論すればいい話であって。僕はそれ結構ね、その単独者の思想っていうのはあると思う。さっき言ったけど、アンリなんかもそうなんですよ。アンリってもフランスの思想界ではものすごく孤立している人だ。それが一方でデリダやドゥルーズやね、そういう、まあ、デリダやドゥルーズがだから悪いっていうわけじゃないんだけれども、彼らのようなもてはやされ方だったら一回もされたことのない思想家、まあ、ある程度評価されてたけど、例えば実生活の例を挙げるとね、つまりあれだよ、山岡さん、有効性があるとかそういうことじゃないんだよ、私がこれから言おうとしてることは。吉本さんってさ、一切の死ぬまでさ、公的な補助を拒否しちゃったんだよね。でそのことによって娘たちがものすごく苦労したわけだよ。で奥さんは公的扶助をちゃんと受けて。でも家族共同体の中にはべったりいたんじゃない？いやだからさ、そういう有効性を言ってるんじゃなくて、そういう有効性を言ってるんじゃなくて、一つの例として、吉本さんとは思想家だから、理論家じゃないから、自分の生き様がそのままそうになる人だから。あんまりね、私小説にしちゃうと僕はいけないと思う。文学的共同体が機能してる。要するに、もし家族共同体っていうふうに言ったとすれば、それはやっぱり超越性なき共同体だということが僕は重要だと。そうですね。つまりね、吉本さんの思考の中には、いかなる意味でも、例えばね、超越的共同体の一番典型的な教会なわけじゃないですか。ローマカソリック教会でもいいし、教会っていうのはそうだし、それからなんだろうな、まあ一神教的な意味で捉えられた神っていうのもこれはまさに超越神なんね。でだからスピノザがなぜあれほど同時代のね、特に神学者たちに憎まれね、批判され、もうほとんど最も危険な禁書だというふうに扱われたかっていうと、要するにそういう意味での通常考えられる外から自己というものに対してね、根拠付けを行うという形で返ってくるような超越性としての神というものをスピノザのエチカの議論というのは一切認めてないから、つまりそれが自己というね、自己原因という言い方です。自己産出性っていうふうなことになる。でね、それと僕は同じものを吉本さんに感じるし、また見出したいと。で今のところ大島さんに言われたように、まだ十分にそれは見出しているわけだけど、今この「幾何論」を読む中で一番やりたいのはそのことなんですよ。だからこそ今日のところの読み方で言うと、僕はやっぱり吉本さんの読み方、スピノザの読み方、それからヘーゲルの読み方に関しても、ある種のまあヘーゲルの読み方に関してはね、またこの後であれだけど、ある種のなんていうのかな、あえて言えば甘さっていうの、さっき言ったようにね、そこがさ、すごくやっぱり難しくて、例えばこの前なんだごめんちょっと待って、全然要するに一般論にします。要するに専門家から見ると吉本さんの書いた評論というのはそういう意味じゃない、違う違違う、そういう意味じゃ全然ないんです。吉本さんならきちんと読んでいけばね、吉本さん自身がこういうふうに発見をするはずだっていうところまで吉本さんの読みが届いていないっていうことに不満を感じる。これはあくまで吉本さんの読みの問題として言ってるわけで、専門家がどうスピノザを解釈、専門家のスピノザ解釈によって吉本さんの解釈が不十分だっていうのも、そんなこと言っても全然意味ないわけでしょ。そんなことではない。そうじゃなくて吉本さんなら
吉本さんの読み方ならばここまで行くはずだっていうところでそこ届いてでいないっていう自己算出性において、本当共通性が見出せるはずだっていう吉本さんの読みならそういうふうになるはずだっていう吉本さんはヘーゲル主義者というとなんか閉じていく印象がようなそうそれをスピノザ持ち出すとなんか無限の方に開いていくような。ヘーゲル主義によってスピノザを閉じてるある種ねスピノザに対して門戸を閉ざしてしまうっていうふうに、なりかねないような読み方になっていることにちょっと不満を感じるというか甘さを感じる。だからそれは決して専門家がうんぬんみたいな。だって私はヘーゲルの専門家でもスピノザの専門家でもないし、一応思想史の人間としてはいろいろ考えてはきたんとしてもね。やっぱりでも構造主義がやっぱ前回僕来た時も言ったけどスピノザとヘーゲルを対立させたっていうやっぱ流れがあってあるあるそうやっぱ構造主義の流れにだから吉本さんの中では確かにね構造主義的な流れつまり反弁証法的な流れというものに対する彼の吉本さんなりの批判というかね批判の意識というのが現れているのかもしれないっていうのは感じる部分はあるけれどもでもねこれもね構造主義あるいはポスト構造主義が反弁証法だっていうふうに簡単に言えるかどうかっていうのは僕はやっぱり問題だこれも問題だと思う。実態としてのっていうよりもどの局面についてスピノザヘーゲル出して何て言ってるかって個別のなんか論理みたいになってくるんで。だからもうヘーゲルは構造主義ポスト構造主義にとってはもう水に落ちた犬だみたいなね割り切り方っていうのはそう簡単にはできないと思う。ヘーゲルに対してそれからスピノザに対してもちろんそうです。まあ先生のおっしゃりたいことは受け止めます分かります。だから私の方がまたちょっと違う。今日はねちょっと準備不足もあってまだ十分にそこまで詰められてないんだけどそういう可能性っていうか、ね、言い方の可能性を僕はここで追求したいと思ってその自己算出性っていうのは、スピノザしかいないとおっしゃるでしょ。いやだからスピノザが出ることによって初めて出てきた。じゃあね自己算出性をさっきちょっと言ったけどスピノザの自己算出性を引き継いだ思想家っていうのは2人いたわけですよ。マルクスとニーチェ。要するにスピノザが出ることによって自己算出性という超越なき自己算出性っていうところで思考することができた思想家がつまりスピノザなしにはマルクスとニーチェは出てこなかった。でまあ僕になんかに引き継いでさっき言ったようにミシェル・アンリの思想もそうだしねそれからある種もう一つね実はそこに本当はつなげたいこれも本人は何も言ってないからよくわかんないんだけどベンヤミンなんですね、ベンヤミンの歴史哲学言語哲学言語にとってビターな何かとベンヤミンの言語論もちょっと比べたいところがあるんだけど、まあ、これはまた次の課題にどうでしょう。広がる。でもその昔のスピノザの前にさっきその神秘主義とかねいろいろおっしゃったけれどそういう中に自己算出的な発想ってあるかもしれない。僕そのドゥルーズとかなんか読んでてそのアフリカの卵とかさそういう発想をすごくなんとか族のなんとかとか言ってるのがそれはある。そういうふうに言うとね、そういうふうに言うと案外面白いのはインドの仏教かもしれない。クシャ論とかね、中間論とかね、有意識論とか、ああいうあたりが結構面白いかもしれない。ああいうところを探っていくとね、ナーガルジュナとかね、バスバンドゥとかね。まああれですね、私のちょっと話がいやそれはいいんだけど例えば山本哲司がさ山本さんがさ山本先生が表土幻想論についてねその真批判としては正しいけれども真否例としてはこういう誤りがあるって国されるもって言ってましたよね、だから結局先生のやりたいことはそういうことですよね。いややっぱりそうですね、だからそれならその展開をしてもらうしかない。自己表出っていう概念そのものがそれを含んでるわけでしょ。表出って言葉がねドイツ語のアスドゥルクっていう言葉を元にして作られたっていうとこから出たある種のズレみたいなものねそれをずっと引きずっちゃったってとこはでもね本当は僕は自己表出っていうのはその内から外へこう対象化論っていうかねそういう形で疎外論的にね表出ってことを考えるっていう文脈で理解してはいけないもんだと
でそれいうことなんだはすごくそうなんだろうな、でもそれはかなり吉本氏のあれをこう、読み込んでってそういう可能性があったはずだと、そういうふうに読みたい。あるはずだということです。だってそう読まなきゃつまんないじゃん。じゃあそれは分かる。だけど当時書いた当時はね、いやそうそうやっぱりそこまで言ってたのっていうふうに言うと、いやそういうだから修正はしてますよ。疎外論の方の阻害というのですごく言ってたんだろうなって。だって最初はもちろんそうです。可能最性は初はもちろん。だから原稿だって現在の最後まで芸術芸語音というふうに直してそれが正しいかどうか立派かどうかは別ですよ。ただ彼の中では言語にとって美とは何かを死ぬまで芸術言語論という形に直してその一番当初の自己表出詩表出の捉え方ももうちょっと深くで三木茂雄に出会った時に俺はその三木茂雄に10年早く出会ってたら訴訟力を得られたのにっていうふうにそういうふうに彼は言うように言いたいことがあるわけですよ。三木茂雄のね、三木茂雄の議論を媒介すればさっき言ったこの自己表出が自己原因、あるいは自己産出だということはもっとはっきりしてくるでしょ。まさにあれは内から内臓感覚がせり上がってくるものっていう。ただこう時代の地点があるじゃない時代の地点があるじゃない1960年代なんていうのはどっちかというと共産党と戦ってるっていうかそれが主な論争のあるじゃないまあその戦ってるのもあるけどやっぱりあそこのところで言えばやっぱりマルクス主義のね言語の貧しさっていうことが僕はあったんだと。だから時代の地がそうじゃないですか、正統派のマルクス・レーニン主義がねバカたれなのはこれはもう当たり前でいいんだけれどもじゃあね我々大真面目にそれに対して新作マルクス主義みたいなのをね考えたわけだよ。でも今こう考えてみると新作マルクス主義だってひどいもんだったわけひどいもんですよ、今考えりゃね今考えればお粗末レーニン主義はいいなと思って昔を過ごしたいやそれもあるんですよ。いやそんなもんだよ。だから今から考えて吉本だって今から考えてそういうふうにぶった切ればつまんないもんになっちゃう。あれですよ。反対物の一みたいにね、そういう論理で読んだらね面白いかもしれない。まあ白井君たちのね、中澤がいいかどうかは別として、中澤ちょっといかがわしいやつだからあれはちょっとね。だけど白井君のレニンなんかああいうレニンよりか。だからね、創造的誤読でいいわけですよ。どんどん創造的に誤読していかなきゃいけない。まあ前回そういう話まあメロポンティだったら変形的読解っていうふうに言った。変形的読解。メロポンティはそう言ってるわけですね。常に読解っていうのは変形的読解でなければいけないっていうね。変形形を変える。だから少なくともその時代が持っている知っていうのがどんどん変わってくるわけじゃない。その時代に沿って吉本の原理論とは耐えられるわけで変えていけば、つまりそこが本質論として言いたいことでもあるわけで、そこは本質論として吉本の凄さを持ってると耐えるものを持ってる。普通は時代の地位の中で壊れちゃうわけだね。まあ僕は山本さんとはまた違う観点かもしれないけど、やっぱり吉本さんに対してやりたい吉本さんをこう広いねアリーナに開放して吉本さんの議論の検証をやりたい。だからスピノザと比べればどうなるかヘーゲルと、まあ、別にヨーロッパの思想家と比べることだけではなくていいわけだけれども、むしろそこで見出されるようなある思想的な契機の方が問題だと思う。例えばそれが今言って自己表出っていう概念が例えばスピノザ自己原因というふうに読み替えられるかどうかっていうあたりが僕は吉本さんの読み方にとって一番気がかりな部分っていうか、一番気にかかる部分です。そういう読むことによって吉本さんの理論体系、まあ、理論のね、可能性というものを全然違う形で引き出すことができるんじゃないか。これはね、言語にとってみたら何か、ああいうふうに読まなかったらこういう問題には気がつかなかった。共同元素論の時にはまだ分かんなかった。やっぱりね、言語にとってみたら何か5年かけてああいう形で読むことによって、特に第2部の構成論のところをね、読むことによって初めて。っていうかなんか構成って独特っていうか長いヘーゲルですねあれ。そうそうそう。またヘーゲルの言う構成ってすごい多分非常に特徴的だと思うんですけど、そこをぜひ聞きたいっていうか簡単な表彰の哲学ではない。そうなんです。僕はやっぱり言語にとってみたら何かで一番大事な問題が展開されているのは第2部の構成論の問題だっていうので。でも山本さんもちょっとちらっとそれについて、自分演劇家なんですけど劇の部分で一番最後に手間取ってなんかつけた最近知ったんですけど
自分も演劇館にいる時にこういろいろまあ早稲田なりのこう演劇館の伝統あるんですけど、それは面白くなくて、むしろ言語美学吉本さんのこれがなんかすごいな。さっきの図で言うとその声に出てくるところなんだよ、言葉とか衝動がね、だからその客観と主観のつながりみたいなところで自己表出がだからその制度化するようなところをなんか劇のところでそう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 。それとね、もう一つはあと一つは折口一番面白かったのは下降線っていう概念、下降線の上と下っていうあれだったんあそこで下降線の上と下っていうと自己表出のね、ラインのところで2つつけた。あれは単にこういう意味での自己表出のレベルが高まるっていう意味で言ってるわけじゃなくて、それを構成論っていう枠組みの中で論じてるってことの意味がね、すごく僕は大きかった。でそれが力物語へ演劇へっていうふうに。いやあれすごいシンプルだけど、あれ大変なものいや面ですよね。白いですよ。あそこ詩があって物語があって、そうそうそう。最後に劇ってある意味でそれ以降はないってことを言ってるんですよ。だから特徴的なあそこの中には小説が入ってないってことなんですよ。で小説の問題は第一部の最後のところで近代表出論で論じてるわけだけれど、だから構成っていうのはちょっと表出史論で、僕はずっと表出論が言語にとって美とは何かの中心だっていうふうに考えてきたけど、この言語にとって美とは何か全巻5年かけて読んで、やっぱりそうじゃ、まあ表出論もあれなんだけど、やっぱり第一部の構成論こそがね、実はこの本の一番中心的な内容だっていうことをすごく痛感したんですよ。おっしゃる通りですね。劇のところでその共通の行為のイメージを外に排出するっていう言い方してて、そこが言語の書き言葉の話し言葉の世界が飽和して書き言葉になって、書き言葉の世界がさらに飽和してなんか制度化するみたいな言い方してて、そこら辺がなんかそういうにつなげられるかもしれないですけど、そこのところはもう一つ言うと共同幻想論の起源にもなっている。そこのところだから共同幻想論と言語にとってみたいな継ぎ目が出てくるのも実は構成論の60年代まさに先生のあれいやいや本当に宇田さんのだからちょっと心まあレイテストの宇田さんね、宇田さん宇田さんのねあれでもう一つの眼目になってる部分だと思うんですよ。言語美学と心的現象論はかなりつながることが分かるんだけど、共同幻想論はちょっとまだ2月なんですけど、2月の水曜日って何曜いやね、実は25日まで27、よかった。ダメなの？いや、大丈夫です。25日までロックアウトだったんで、大丈夫です。あ、そうなんだ。25日でロックアウト。ロックアウトなの？入試期間でそんだけ。入試期間ロックアウトになっちゃう。ロックアウトっていうのを今。ロックアウトっていうの。入校禁止とか。27日です。はい、じゃあ次回よろしいですね。予定として。はい。ではどうも。お疲れ様でした。もう死んだ後に発表する。いや、そういえば11月の時は皆さんどうもありがとうございました。いや、もう後ですごい感謝されてたんです。高橋が観客を増やしてくれたんですごい感謝。11月の昔の観客が愛してくれたら感謝された。確かに多かった。じゃあ、お先に失礼します。どうも遅くまで。